今から1000年くらい前、京都に羅生門という場所があり、そこに一人の下人がいた。下人というのは身分の低い男のことを指し、羅生門は平安京というその当時の京都にあった大きな都の門を意味する。下人はこれからの自分の人生について考えていた。これは一人の下人の決心の物語だ。ある日の夕方、一人の下人が羅生門の下で雨が上がるのを待っていた。広い門の下にはこの男以外に誰もいない。羅生門は活気がある場所だったので、他にも誰かが雨が上がるのを待っていても良さそうだ。ところがこの男以外は誰もいない。ただ門のところに虫が一匹止まっていた。なぜかというと、ここ最近京都では地震や台風や火事などが続いて起こった。そして多くの人が亡くなり、多くの建物が崩れ、すっかり活気のない場所に変わってしまったからだ。この頃の京都について書かれた本によると、それによって京都の都の建物に使われていた金や銀がついた木材などは多くの人に盗まれ、それを人気のない路地で売り始める人が出てきたそうだ。したがって羅生門を修理しようと思う人は誰もいなかった。そうすると、この活気のない場所には狐や狸などの動物、さらには泥棒さえも住むようになった。とうとう最後には家族が誰かわからない人の死体を誰かがこの門へ持ってきて捨てていくようになった。だから日が落ちて暗くなると、人々は気味を悪がってこの門の周りには近づかなくなってしまったのだ。そして羅生門にはあらゆるところからカラスもよく飛んでくるようになった。もちろん羅生門の上にある死人の肉を食べに来るためだ。しかし今日はカラスは一羽もいない。とても気味が悪い場所だ。羅生門には石の階段があり、全部で7段ある。下人は階段の一番上に座った。下人の右方には赤くて大きいニキビがある。それを気にしながら下人は雨が降るのを見ていた。しかし本当は下人は雨が上がるのを待っていたわけではない。たとえ雨が上がっても特に下人の行き先は決まってなかった。実は下人はどこかの家で働いていたので、そこに住んでいた。ところが4、5日前にその家の主人に、お前はもう明日から必要ないと言われてしまったのだ。だから職を失った下人は住むところもなく、どうしたらいいかわからなくて困っていたと言った方が正確なのだ。その上、職を失っただけでなく、降っている雨は下人の気分をさらに悪くさせた。午後4時くらいから降り始めた雨はまだ上がる様子がない。そこで下人は明日からの自分の暮らしをどうにかしなければならなかった。俺はこの先どうすればいい？そんなことを考えながら雨の音をなんとなく聞いていたのだ。雨の音は羅生門の周りに集まってくる。夕方になり暗くなったせいでだんだん空が低く見えた。下人が空を見上げると羅生門の上には重たそうな暗い雲があった。下人は困っていた。これから自分はどうやって暮らしていけばいいのだろうか。生きていくためにはどうにかしなければならない。方法を選んでいる時間はないのだ。もし選んでいれば死んでしまう。そうして他の死体と同じように羅生門の上に犬のように捨てられてしまうだろう。では
もし方法を選ばなければ、俺はどうなるのだろうか。下人が生き残るための選択、つまりそれは泥棒になるということを意味する。だが下人はその決心ができないでいた。下人は大きなくしゃみをし、それから辛そうに立ち上がったが、何もする気になれなかった。夕方になり寒くなった京都は焚き火なしに過ごせないほどの寒さだ。風は下人のことを全く気にせず、羅生門の中を通り過ぎていく。さっきまでいた虫ももうどこかへ行ってしまった。下人は首を短くして門の周りを確認した。なぜかというと、雨や風を心配する必要がなく、人に見られることもない、一晩安心して寝られるところを探していたからだ。羅生門を見上げると、門の上に上がれそうな幅の広いはしごがあるのに気がついた。上なら人がいたにしても、どうせ死人ばかりだ。そう思った下人は、持っている刀が落ちないように気をつけながら、そのはしごを登り始めた。それから何分か後、下人ははしごの中段で猫のように体を小さくし、上の様子を見ていた。下人は初めから羅生門の上にあるのは死体ばかりだと思っていた。しかしそうではなさそうだ。上で火のついた木を持って誰かが歩いているようだ。なぜかというと、羅生門の上には雲の巣があり、火の光がそこに映っていたからである。そしてその火の光でその男の右頬が明るく見えた。その方には赤くなった大きなニキビがあった。こんな雨の夜に、この羅生門の上で誰かが火をつけている。絶対怪しいやつに違いない。下人はそう考えていたのだ。下人は足音をさせないようにしてはしごを何とか登りきった。そうして体や首をできるだけ小さくして気づかれないようにそっと中を見てみた。見るとその中には噂通り死体がいくつか捨ててあった。だが火の光はそんなに広く当たっていないので、死体の数は正確にはわからない。わかるのは着物を着ていない死体と着ている死体があるということだ。その死体は本当に生きていたのだろうか。土で作られた人形のように見え、生きていたとは信じられなかった。そしてその死体はまるで言葉が話せない人のように、いつまでも何も言わなかった。下人はそれらの死体の腐った匂いがあまりにもひどいので、手で鼻を隠した。しかしその時、下人の中に一つの強い感情が出てきた。それは死体の腐った匂いを忘れるほどの強い感情だった。下人はその死体の中で小さくなって座っている人間を初めて発見したのだった。それは茶色の着物を着た白い髪の毛の猿のような老婆だった。背が低く痩せている。その老婆は右手に火をつけた木を持ってある死体をじっと見ていた。髪の毛が長いので多分女の死体だろう。下人の中には怖いという感情と、怖いけど見てみたいという感情があった。呼吸をするのさえ忘れるほどじーっとその様子を見つめていた。すると老婆は今まで見ていた女の死体の首を持ち出した。そしてその死体の髪の毛を一本ずつ
抜き始めた。手を動かすたびに髪の毛はどんどん抜けていくようだ。さっきまで下人の心には怖いという感情があった。だが死体の髪の毛が一本ずつ抜けるたびにその感情は少しずつ消えていき、代わりに老婆に対する強い怒りの感情が出てきた。